正岡子規が何を見て何を変えたのかを追う。病の中で掴んだ写生という思想が文学をどう変えたのか、それでは聞いていきましょう。正岡子規、近代俳句短歌の革新者だが、その本質は病弱な天才ではない。まず語るべきは彼の写生という思想だ。写生とは単なる写実ではない。世界をそのまま受け止める姿勢だった。子規は幼い頃から文学に親しんだ。漢詩、戯作、軍談、書画、多様な文化に触れ、観察する目を早くから育てた。この観察眼が後の写生主義につながる。子規は松山藩士の家に生まれた。父は早くに亡くなり、母と祖母に育てられた。この家庭環境が子規の明るさと我慢強さを育てた。少年期の子規は友人と雑誌を作り、詩や文章を回覧し、互いに批評し合った。すでに文学者の目があった。中学時代、子規は自由民権運動に熱中する。政治家を志し、演説に夢中になった。だが、この政治熱は長く続かない。文学への傾斜が強まっていく。1883年、子規は中学を辞めて上京する。東京大学予備門に入り、夏目漱石と出会う。この出会いは子規の人生を決定づけた。漱石は後に語る。子規は好き嫌いが激しい。だが僕とは妙に合った。この合うという感覚は子規の人間性をよく表している。子規は気難しい。だが魅力的。率直で妥協しない。文学に対しては異常なほど誠実だった。1889年、子規は喀血する。肺結核の発症。ここから子規の人生は変わる。病は彼を追い詰めたが、同時に文学の革新を与えた。子規は自らをホトトギスに重ね、子規と号した。泣いて血を吐く鳥。その名に自分の宿命を重ねた。病は子規を弱らせたが、精神は鋭くなった。世界をそのまま見る目が強まった。写生主義の革新がここにある。嘘をつかない文学。子規は俳句改革に乗り出す。当時の俳句は月並みと呼ばれ、決まり文句の羅列だった。子規はこれを徹底的に批判した。現実を見ろと。1893年、獺祭小句俳話を連載。俳句の革新運動を開始する。武尊を再評価し、芭蕉を相対化し、俳句を近代文学へ引き上げた。子規の俳句観は明確だ。自然をそのまま描け。技巧より事実、鑑賞より観察。この姿勢が俳句を変えた。子規は短歌にも改革を広げる。歌読みに預か古書で古今集的な技巧を批判し、万葉集の素朴さを称賛した。歌は生活を詠むものだと、子規は文学の現代化を進めた。俳句、短歌、随筆、評論、どの分野でも写生が中心にあった。写生とは世界をごまかさないこと。子規の文学は誠実だった。子規は新聞日本で記者として働く。平明な文章を書き、新しい日本語表現を広めた。原文一致の流れを後押しし、近代散文の基礎を作った。子規は論客でもあった。文学だけでなく、社会や文化についても語った。その文章は鋭く、だが平易だった。1895年、子規は従軍記者として戦地へ。だが帰路で喀血し、病状は悪化する。ここから子規は病床6尺の生活に入る。だが創作は止まらなかった。病床で子規は俳句、短歌、随筆を次々に書く。痛みと熱に苦しみながら観察を続けた。写生は彼の生き方そのものになった。子規の病は過酷だった。脊椎カリエス、海が流れ、歩行不能。それでも筆を置かなかった。子規は泣かなかった。泣く余裕がなかった。だが絶望もしなかった。生きている限り書く。その意志だけが残った。子規の周囲には仲間がいた。高浜虚子、川東碧梧、伊藤幸男。彼らは子規をのぼさんと呼んだ。子規は先生ではなかった。威張らず飾らず、
率直で人間味があった。病床の式は世界を観察し続けた。六尺の空間で文学の未来を作った。ここから先は動けなくなった式の時間に入っていく。だがその六尺の空間で文学はさらに深まっていく。それでは続きをどうぞ。式の後半生を語るとき、中心に置くべきは病床六尺である。これは単なる闘病記ではない。近代文学の実験室だった。六尺の空間で式は世界を再構築した。病状は悪化し続けた。脊椎カリエスにより背骨は崩れ、激痛が続き、寝返りすら困難になった。だが式は観察をやめなかった。痛みを観察し、自分の体を観察し、周囲の音を観察し、世界を写生し続けた。式は言う。写生とは事実に即すること。これは文学の技法ではなく、生き方そのものだった。病が写生を極限まで研ぎ澄ませた。式は病の記録者ではない。世界の記録者だった。六尺の空間で外界のすべてを再構築した。これは近代文学の革新である。病床の式は俳句、短歌、随筆を同時に改革した。俳句では写生を徹底し、短歌では生活の歌を提唱し、随筆では事実の記録を追求した。式の改革は文学を現実に引き戻す運動だった。技巧ではなく、鑑賞でもなく、事実を中心に置いた。式の周囲には弟子が集まった。式は弟子を支配しなかった。方向性を示し、観察の姿勢を教え、あとは自由にさせた。これが式門の特徴。虚子は後に俳談の中心となる。だが虚子の俳句観は式の写生主義を基盤にしている。客観写生は式の思想の延長。式の影響は絶大だった。壁画等は神経工俳句へ進む。写生から離れ自由律へ向かった。だがこれも式の自由な観察の精神が根にある。式は弟子を縛らなかった。式は短歌にも大きな影響を残した。伊藤幸夫、長塚隆らが荒らぎ派を形成し、生活の歌、写生の歌を広めた。式の思想は短歌の近代化を決定づけた。式の文章は驚くほど平明である。難しい言葉を避け、事実を淡々と書く。これが近代散文の基礎になった。式は原文一致の実践者だった。理論ではなく文章そのもので示した。新聞記者としての経験がこの文体を育てた。病床の式は死を恐れなかった。死を観察し、死を記述し、死を生活の一部として受け入れた。式の死生観は独特だ。宗教的ではなく、哲学的でもなく、事実としての死を見つめた。これが彼の文学の透明さを生んだ。式は死を悲劇として描かない。死を美化もしない。あるがままに受け止める。写生主義の究極型である。式の晩年の作品は痛みと観察が混ざり合う。行画満録はその代表。食事の記録、痛みの記録、日常の記録。だがそこには絶望がない。生きている限り観察する。その姿勢が貫かれている。文学は生活の延長だった。式は自分の死を冷静に見つめた。死の直前まで筆を持ち観察を続けた。これは文学者として異例の姿勢。1902年式は死去する。34歳。短い生涯だったが残した影響は巨大だった。俳句、短歌、3分の3分野を同時に変えた。式の遺産は写生だけではない。文学を生活に戻したこと、事実を中心に置いたこと、観察を文学の基礎にしたこと。これが近代文学の出発点になった。式は天才ではない。努力家であり、観察者であり、
改革者であり生活者だった。四季の文学は大きな思想ではなく小さな事実から始まる。その積み重ねが文学を変えた。正岡子規とは病に倒れた文学者ではなく病床で文学を再発明した人物。六尺の空間で正岡子規は特別な場所で文学を生んだわけではない。動けない六尺の中で世界を見続けた。観察し書き続けることで文学は現実へと引き戻された。それではまた次回の主役でお会いしましょう。